トイボールファクトリーです。今回は機動戦士ガンダム G クラックスに登場する赤いガンダムをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。いやー G クラックス面白かったですね。劇場版のビギニングを初日に見た時はまさかのパラレルワールドの話で来るのかと驚かされ、テレビシリーズではさらなる予想外と怒涛の展開で非常に楽しめました。鶴巻監督の得意とするボーイミーツガール、ガールミーツガール展開のエモさと、マッチ先輩の狂犬ぶりにも圧倒され、濃厚なワンクールを堪能させていただきました。いやー面白かった。山下育人さんを筆頭に完全に別物として大胆にリデザインされたモビルスーツのかっちょよかったですね。あれ、このランナーは ABS が使われているんですね。最近の人なのにおかしいなぁ。昨今のガンプラブームの影響で当然のように HG の赤いガンダムは予約に失敗したんですが、なぜか押し入れにマスターグレードの赤いガンダムがあったので、今回はこれを作ることにしました。いつの間に出てたんでしょうね。なんだかテレビで見たのと若干違う気がするんですが、おじさんの老眼のせいかな。久しぶりのガンプラ制作楽しみです。早速作っていきましょう。さあ仮組みを始めましょうかね。今回もパーツをランナーから全て切り離してから組み立てていきます。切り離した後に各部位ごとにパーツを分けておくと、組み立てる時にパーツを探す手間が省けていいですよ。ランナーからパーツを全切りしてもガンプラだとパーツの判別がつきやすいので、組み立てるのは容易ですが、他のプラモだとちょっと難しいこともあるので避けた方が無難かなと思っています。ものによっては左右の判別がつかないものもあったりするので、むしろパーツを探すことに時間がかかってしまうこともありますしね。そういえば今ふと思い出したんですけど、40年以上前にプラモ教師郎というプラモバトル漫画があったんですが、プラモの早組の特訓のためにお風呂の中で直眼のガンプラを組み立てるシーンがあったような。パーツの手触りでこのパーツがどのモビルスーツのパーツなのかを判別して組み立てていた記憶があります。パーツの判別をするという点では案外全切り組み立ても近いものがあるかもしれないですね。なんでそんな昔のことを思い出すんでしょうか。足も組み立てていきますよ。劇中の赤いガンダムはモノコック構造で作られており、フレームそのものが外装になっていて、初代のモビルスーツの構造を表現されていましたね。しかしこのキットはフレームと外装が別々になっていますね。マスターグレード特有のアレンジなんでしょうか。なんだか構造が違う気がする。まあかっこいいからいいか。ここ2年くらいで急激に目が悪くなってしまって、目をしょぼしょぼさせながらプラモを作っていたんですが、何か重大な病気だと困るので名医者さんに見てもらったら、老化ですねと言われまして、おじさん大変なショックを受けました。仕方ないのでプラモ用にメガネを新調しましたよ。ルーペと組み合わせるとまだまだプラモは作れそうです。さあ武装を作っていますよ。赤いガンダムといえば2機の巨大なファンネルを随伴させていましたね。まあ本編ではあっという間に破壊されてしまいましたが、このキットには大量の武装があり、赤いガンダムの武装バリエーションでしょうか。この巨大なブレードは何なんでしょうか。設定にあるのかな。ビームサーベルしか持ってなかった気がしますが、まだ武器があります。いろいろと組み合わせて遊べるみたいでお得ですね。一通り仮組みが終わったので並べて組み立てていきます。頭を取り付けて、
これで赤いガンダムの仮組完成です。で、これレッドウォリアーじゃん。ということで茶番に付き合わせてしまいました。いやー、ずっとレッドウォリアーを作りたかったんですけどね、なかなか作るタイミングがなかったんですが、赤いガンダムが買えなかったのでちょうどいいかなと思って作ることにしました。ガンダムビルドファイターズトライに登場したアメイジングレッドウォリアーですね。川口名人が作ったとされるガンプラで、40年ほど前に少年誌コミックボンボンにて連載されていたプラモ京志郎の主人公京志郎が作成したパーフェクトガンダム3レッドガンダムことレッドウォーリアが大元になっているガンプラです。いや、めちゃめちゃかっこいいですね。アニメ劇中での登場シーンはもはや伝説と言っても過言ではないかっこよさでした。憧れのレッドウォーリアをついに作れる喜び、バラして塗装前の処理を行っていきましょう。赤い水星シャアですね。赤いモビルスーツに乗ってしまう習性があるんですね。かわいいですね。表面処理を行っていきますよ。いつものように筋彫り銅のマジックヤスリを使って表面を整えていきます。これで平面が出たかな。まあいつも通りの表面処理の作業動画でしたが、このヤスリを持ち帰る時間がもったいなくないですか？そこでこれを作りました。その名もローリングサンダーファイラー。3D プリンターでマジックヤスリの大きさに合わせて五角柱を出力して、そこにマジックテープを貼り付けてマジックヤスリを取り付けています。ローリングサンダーファイラーを回転させて番手を変えながら一気にヤスリがけを行いました。ヤスリを持ち帰る時間をショートカットできるので、かなりの時間短縮ができましたよ。まだまだ手間を減らせるもんですね。作るのは 3D プリンターを使えば簡単ですが、プラ板工作でもそんなに難しくはないかな。パクリ OK なのでぜひ作ってみてね。頭部バルカンの穴をピンバイスで深掘り。マスターグレードなのでいじるところは少ないですが、こういう細かいところをいじっておくと愛着が湧きますね。こちらはハンドパーツ。中指から小指にかけて一体化していたので、これを切り離して全紙を別々に稼働できるように処理していきます。下村アレックのハイパーカットソー 0.1 で切り取ります。あっという間に切れちゃった。ニッパーで切るより綺麗に切れてるんじゃないかな。表面を整えて、これで切り離し完了です。まずはプライマー塗装からいきますよ。ABS のパーツはラッカー塗料で塗装すると割れやすくなるそうなので、まずはプライマーで保護していきます。実際には ABS にラッカー塗装を施したことがないので、本当に ABS が割れるかはわからないのですが、先人の知恵に従いプライマーを塗装しています。プライマーといえば僕が使っているマルチプライマーはすでに廃盤になっている商品ですね。お気に入りのメタルカラーアイアンもすでに廃盤となっています。動画の更新ペースがここ4年ほど落ちている間に塗料の新旧交代が進んでいたようです。メタルカラーは1年ほど前に廃盤になり、そろそろ新しい代替塗料が出るはずだったのですが、まだ出ていないようです。手持ちの在庫も残りわずかなので早く欲しいところですね。 GSI クレオスさん、よろしくお願いします。メタルカラーシリーズは普通の塗料とは違って、塗装乾燥後にティッシュなどで表面を軽く拭き上げるとメタリックな質感が出てくるんですよね。拭き残しと相まって情報量の多い塗装になるので好んで使っています。そのままでもかっこいい。余談ですが、メタルカラーアイアンはなぜかステルス戦闘機の F35 の塗装にそっくりなんですよね。塗料が廃盤になるのと何か関係あるんでしょうか。まさかね。肩アーマーやミニシールドの縁にある白色のパーツは、今回はスターブライトシルバーにパールシルバーを重ねた粒子感を抑えた明るいシルバー表現にしてみました。白いパーツのメタリック表現として
クリアホワイトを使ったキャンディーホワイトという手も思いつくんですが、実際に塗ってみると青みが強く、思ったより白くならなくて悩ましいところです。こちらはロケットランチャーに入っているロケットを塗装しています。暗い赤がいいかなとエバレッドを下地も塗らず塗装。なかなかいい感じじゃないかな。続いては EX ブラック。光沢系の塗料も新作が続々と出ているようですね。まだ試せていないのですが、年内には試したいなと思っています。今年は制作ペースを上げるべく、いろいろと策を巡らせているところです。関節にパールカッパを塗装してアクセントにしました。襟などの黄色パーツはエバレッドを下地にスターブライトゴールドを塗装して明るい金色にしました。スターブライト等のメタリック塗料はナイト・オブ・ゴールドを塗装するときに得た情報をもとにかなり薄めに希釈しています。カメラアイを塗装していきますよ。カメラアイの塗装はクリア感を残したいという欲求があるんですが、クリアだけ塗装すると組み立てた時に真っ暗になっちゃうんで、シルバーに塗りつぶしてキャンディー塗装にしていきます。カメラアイは設定的には黄色が正解なのですが、今回は好みで緑色にしていきます。発色が良くなるようにメタルイエローグリーンを塗装して、クリアグリーンを塗り重ねてキャンディーグリーンにしました。熊取り部分はこの後筆塗りで塗りつぶします。さてさて、レッドウォーリアをレッドウォーリアたらしめる赤色塗装をしていきましょう。こちらは濃い赤色のパーツ EX ブラックの上にプライマリーメタリックレッドを塗装して下地とします。下地に色付きのメタリック塗装を施す少量キャンディー塗装ですね。もうこのままでいいのではというくらい綺麗ではありますが、深みを出すためにクリアレッドを少しずつ塗り重ねていきます。薄く塗装して乾燥を挟みながら塗り重ねていくことで塗料のたまりの影響を少なくなるようにしています。気をつけていても多少は塗装ムラができてしまいますが、少しずつ塗り重ねていくと徐々にムラが気にならなくなる塗装の具材になっていくので、慌てずに少しずつ塗り重ねていくのがコツです。お次は明るい赤色のパーツを塗装していきます。まずはエバレッドを下地に塗装。赤色のパーツに赤色を塗るのは相変わらず変な感じがしますが、細かい傷を埋めるサーフェイサー代わりみたいなものです。続いてはスターブライトゴールドを塗装します。キャンディーレッドの下地を金色にすることでキラキラしたキャンディーレッドにしていきます。こちらもメタルマスターという溶剤でかなり薄めに希釈しています。続いてクリアレッド。こちらも濃い赤色と同様に塗装していきます。濃い赤色の塗装と全く同じ回数塗り重ねていますが、下地が違うだけで全然違う色味になるので面白いですね。順調に塗り重ねているように見えますが、実はこの塗装を始めた時は夏真っ盛りの8月でした。塗装部屋の室温が40度を超えてしまい、やむなく塗装を中断。再開したのがまさかの12月となってしまいました。これまでも忙しかった仕事がさらなる苛烈を極め、プラモを触る時間が取れなくなってしまいました。やっと仕事が落ち着いて塗装に戻れるとなった時は喜び半分、うまく塗装できなくなっているのではという不安半分でしたが、やってみたらめちゃめちゃ楽しくて笑っちゃいました。見てください、このテカテカ。これは笑うでしょう。さらなるテカテカを目指してコンパウンドで磨いていきます。まあここまでテカテカなら磨かなくてもいい気もしますが、ほとんどおまじないに近いですね。ショーアップのスーパーカットコンパウンドをパーツにまぶして磨いていきます。軽く撫でるだけでどんどんテカテカが増していくので楽しいですね。エッジになっている部分を磨いてしまわないように気をつけながら優しく撫でています。コンパウンドが見えなくなってきたら磨き終了です。わかりやすくていいですね。胴体を仮組みしました。ABS のパーツはどれも壊れずに普通に組めましたよ。それではデカールを貼っていきましょうかね。今回も明日のデカールを貼っていきます。NT カッターというものを買ってみました。刃先がくるくる回転するらしいけどよくわからない。胴体に貼るデカールはこんなものかな。
水にひたひたに使ったスポンジの上にデカールを置いてデカールの糊を溶かしています。冬場は水転写デカールの糊が全然溶けないので特に効果を発揮しますよ。デカールを貼りたい場所にデカール糊を点付けしてデカールをスライドさせて貼り付けています。水転写デカールはスライドマークという呼び方もありますね。デカールの位置決めは水をたっぷり含ませた綿棒で行い、位置が決まったら乾いた綿棒でデカールとパーツの間にある水分を押し出して密着させています。デカールを貼るのは手軽なディティールアップという感じで楽しいですね。前回の龍神丸動画へのコメント返しのお時間ですね。やっていきますよ。今回もすごくかっこいいです。この動画を見始めてからプラモ制作を自分でもしてみたくて始めましたというコメントありがとうございます。やったね、お仲間が増えました。プラモ制作楽しいんですよね。塗装しなくても改造しなくても素組みでもめちゃめちゃ楽しい。なんなら買うだけでも買わなくても楽しいというチート趣味なので、最近ではなんかプラモにワクワクしたらプラモ愛好者ということでいいのではと思うようになりました。続きまして黒下地のサファイアブルーのおかげか全体が引き締まって大人っぽい印象になりますね。デフォルメ体型で小さいモデルのせいか面ごとの反射もいつにも増してテッカテカ、さすがですねというコメントありがとうございます。サファイアブルーを気に入ってくれた方が多くてよかったです。ミスタークリスタルカラーは下地によっていろんな表情が出て面白いのでどんどん使っていきたいですね。続きましてスターブライトの希釈率1対5ってびっくりしたけど試してみたら粒子細かくてめちゃめちゃ仕上がりいいですね。ちょっと手元ミスるとドバッと吹いて粒子が踊っちゃいますけどというコメントありがとうございます。そうそう、溶剤の量がめちゃめちゃ多くなっているのでいつものつもりで塗装していると塗装が水っぽくなってしまって粒子が踊るようになっちゃうことがありますね。これまでのメタリック塗装の時よりエアブラシの空気圧を絞ったり距離を離したりしていろいろ工夫した方がいいかもしれないですね。続きまして新作が半年なくてこの動画リピしてるというコメントねえ、本当だよね、ありがとうね。ここ何年かお仕事のスタイルが変わってしまってなかなかプラモを作る時間が取りにくくなりました。もっといっぱい作りたいんですけどね。忙しかった仕事が一段落したので今年はもう少し作れるようになるといいな。プラモを作る環境そのものも見直しているのでもっとプラモを作っていきたいと思っています。動画を撮影しなかったらもっといっぱい作れるという事実には気づかないことにしています。編集だけで何日もかかっちゃうんですよ。楽しいからいいんだけどさ。まあとりあえずこんなところかな。いつもコメントありがとうございます。まずはレッドウォーリアを仕上げていきましょう。それでは乾燥ブースで1日ほど乾かしておいたデカールのフィルムを剥がしていきましょう。フィルムを剥がすコツは1にも2にもよく乾燥させることですかね。ピンセットでフィルムの角を狙って引っ掛けて剥がすきっかけを作っています。しかしピンセットでやるとパーツに傷をつけることもあるので他に変わるものがあればいいんですけど、角が立ってるけど塗膜より柔らかいもの、例えば消しゴムとかいろいろありそうですけど誰か試してくれないかな。最後のフィルムを剥がし終わりました。後片付けをして最後の組み立てを行いますよ。うわ、何このイケメン。ということで全てのパーツが整いました。並べて組み立てていきます。
頭を取り付けて、これでパーフェクトガンダム3アメイジングレッドウォーリアの完成です。ズームアウト。あらやだイケメン。テッカテカというよりはピカピカになりましたね。プリンプリンの光沢です。アメイジングレッドウォーリアだからかっこよくなるだろうなとは予想していましたが、これほどまでに神々しくなるとは思っていませんでした。しかし本当にイケメンですね。お顔が良すぎる。またお気に入りのコレクションが増えてしまいました。ということで赤いガンダムじゃなかったアメイジングレッドウォーリアのテカテカ塗装でした。10年前の古いキットだったので ABS が使われているなどちょっと難易度が高かったですが、完成したらイケメンすぎて苦労は全て忘れてしまいました。プラモ教師郎からガンダムビルドファイターズトライへと受け継がれるのも当然といった貫禄の美しさ、ちょっと異常なまでのかっこよさです。ということでパーフェクトガンダム3アメイジングレッドウォーリアのテッカテカ塗装でした。それではまた次回のテッカテカでお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。プラモ教師郎の電子書籍化はなんとかなりませんかね。